用でもゲストハウスの飲食も相談可能です。伏見稲荷大社徒歩5分、駅からもすぐ。価格評価調書見ると大正10年京町屋にやってくれたと思います。全部抜いてもらって庭が見える状態で雰囲気のいい客席作っていただけると思います。伏見稲荷大社名物のスズメの駅とリトルズラの駅です。예, 사실 예, 맞습니다. こんにちは。本日は伏見稲荷大社徒歩5分。この信号を曲がってもらったらもうすぐ伏見稲荷大社の参道になってます。こちら師団街道沿いのこちらのテナント物件ご紹介させていただきます。玄関入ってきました。価格評価調書を見ると大正10年にはこちらの物件やったそうなので、おそらく京町屋にやってくるかと思います。キッチン入っていきます。京町屋ならではの長い台所ですね。上見てもらったら京町屋特有の火袋閉じられてます。もともとはかなり高いところまで抜けていたんじゃないかなと思います。奥裏には扉があります。おそらくお庭かと思うんですが、後ほど見ていきましょう。はい、では早速お邪魔します。下がシャワーあります。前と後ろで現状分かれてます。階段あるんですけど、だといつもこちらとは変わった作りですね。後で見ていきます。もともと居住されていたのでお風呂残ってます。町屋ではあるんですけども、ところどころリフォームされていて、こんな現代的な冊子もそのまま残されています。奥入っていきますと、こちらお手洗いです。洋式になってます。キッチン奥の庭スペースなんですけども、もともと多分ここ庭で使われてたんだと思うんですけども、今はもう土間打ちされててコンクリートになってます。結構広々としたスペースがあります。庭として整備し直すことができそうですかね。そうですね。何かまたガーデニングというかお庭を作り込んでいただくことも可能です。今回こちらの物件テナントとして賃貸されるんですけども、事業用でも可能です。ゲストハウスも可能です。住飲食も相談可能です。私が思うにはですけども、観光地も近いこともあってカフェとか空いてるんじゃないでしょうか。そういうお店されるときは、この物件のお風呂とかも全部抜いてもらって、庭が見える状態で庭も作り込んでもらって、ちょっとこう雰囲気のいい客席作っていただけると思います。で、水回りはこちらに集中しているので、ここキッチンスペースなんですね。で、ここをすべて客席してもらったら結構客席数も取れると思います。2ポイントオン。では2階上がっていきます。普通町屋って階段狭いんですけど、ここは結構折り返しもあって広めで作られています。ここのね、幅は狭くってちょっと危ないですけども、幅は結構しっかりあります。2階は2部屋ございます。こっちが師団街道沿いですね。こちらに洋間シャワーあります。町屋なんですけども、天井が結構高いです。町屋って結構天井低いんですけども、こちらは高めの天井になってます。収納とかもあるんですけども、こんなんも全部造作なんで、潰すことは可能です。簡単に抜けます。では今度はこちらのお部屋に見ていきます。こちらも洋間になってます。ちょっとバルコニーが見えて生活感あるんで、お見せされる際は障子とかで光だけ取り入れて、ちょっと目隠ししてもらうのもいいんじゃないでしょうか。あとこのままも残ってたりとか、この辺りの物置とかはおそらく当時のものがそのまま置かれてます。不要であれば潰してもらうことも可能です。ちょっと今回はもう上にクロスも貼ってあって天井が見れないんですけども、おそらくこの天井を抜いたら京町屋らしい梁が出てきたりとか、結構雰囲気変わると思います。おそらくところも結構あるかと思うんで、天井高も高くなって開放感ある空間になってくるかと思います。2ポイントオン。本日もお疲れ様でした。じゃあ今回の物件ポイント、お願いします。はい、まず1番目、なんといってもこの立地ですね。伏見稲荷大社徒歩5分、参道からもすぐ、駅からもすぐ、師団街道沿いです。
正直ちょっと人通りは少ないです。やっぱり伏見稲荷大社から北へ行くと流れは少なくはなるんですけども、例えばそのカフェとかこの辺結構少ないんですね。意外とこじんまりしてるカフェが、そういうお商売こちらにされたらちょっと観光に疲れた方がちょっと静かな場所で休みたいとか、そういうニーズにやってくるような物件かなと思います。はい、おすすめポイント2、こちらの物件テナントで募集されてるんですけども、比較的賃料はお手頃となってます。その分ちょっとこの状態なんで改装費用結構かかってくるかと思うんですけども、それを加味してのお値段設定となっております。ちょっと詳しくは言えないんでぜひお問い合わせください。おすすめポイント3、私カフェばっかり言ってるんですけども、住飲食も宿泊業もご相談可能です。珍しいです。この物件、はい京町屋ということで内装に結構凝るとそうですね、化けそうですね。そうですね、改装も自由なので結構面白いと思います。オーナーさんとはご相談していただきながらいろいろプラン練っていただいて作り上げていける物件かなと思います。では立地を生かしたはいいいお店をはい、考えていただければと思いますね。はい、ぜひお問い合わせお待ちしております。2ポイントオフ。本日は物件近くに伏見稲荷大社があるということで、スタッフも実際に行ってみました。そして伏見稲荷に隠されたトレビアもお伝えしたいと思います。京都の人気観光地である伏見稲荷大社、本日も観光客の方々ですごく活気にあふれていました。いろいろな屋台が立ち並ぶ中、スタッフがあるものを発見。スズメありますわ。スズミとはうずら、はい、伏見稲荷大社名物のスズメの焼き鳥とうずらの焼き鳥です。珍しいですよね。これほんまにスズメなんですか？ほんまにスズメです。すごい小骨が多いらしいです。うちのじいちゃん好きでした。それはスズメの丸焼き。一見するとショッキングな名前ですが、これは伏見稲荷ならではのディープな食文化。昔、大切な穀物を食べてしまうスズメを退治するイコール食べることで五穀豊穣を守るという信仰から始まったとされる名物です。ぜひ訪れた際は食べてみてください。そして神社に到着。皆さん、伏見稲荷といえばあれですよね。そうです。狐です。さて、伏見稲荷でよく見かける狐の像は、実は神様そのものではなく、お稲荷様の使いなんです。そもそもなぜ狐なのかご存知ですか？それは古くから農作物を荒らすネズミを捕食してくれるため、豊作の守り神として信仰されたと言われています。ここまでは皆さん想像ができたかもしれません。しかし、注目すべきは狐の口元。コマギツネは象によって口に加えているものが異なります。これは何を持っているでしょうか？正解は、右の狐は宝珠を加えています。これは神様の霊徳の象徴です。左の狐は鍵を加えています。これは米蔵の鍵で財産や富の象徴です。これを知ってから行ったらまた違った楽しみ方ができそうですね。続いてやってきたのはここ。皆さん何をしているかわかりますか？これは重軽石というものです。重軽石は願い事を思い浮かべてから石灯籠の上の石を持ち上げ、自分が予想していたよりも軽ければ願いが叶い、重ければ叶うのが遅くなると言われています。さて、スタッフはどうでしょうか？越重就越难实现，越轻就觉得越好实现。まだまだ精進が必要なようですね。ここからが千本鳥居です。階段がちょっと激しいんですけど、行ってみましょそして皆さんお待ちかね、千本鳥居です。伏見稲荷の代名詞である朱色の鳥居ですが、実は境内全体で約1万基あると言われています。これらはすべて江戸時代以降に願いが通る、あるいは通ったという感謝の印として企業や個人が奉納したものです。これらがすべて感謝の証だと思うと圧倒されますよね。皆さん、伏見稲荷大社のトリビアいかがだったでしょうか？行きたくなりましたか？こんな魅力あふれる観光地の近くにあるテナントのご紹介でした。お問い合わせお待ちしております。